どうも皆さんこんにちは。市川純喜です。本日の動画では僕が最近購入したもの、購入品紹介の方を久しぶりにやっていこうかなと思います。今回の動画ではですね、いろんなジャンルを紹介させていただくんですけれども、結構ね、今回の購入品は面白いものになっているんじゃないのかなと思います。値段帯もね、割と結構バラバラで、1万円台のもの、それよりも安いものとかもあったりするので、今回の動画も最後までご覧いただけたらすごく嬉しいです。ということで早速一つずつ順番に僕が最近購入したものを紹介していきます。まず一つ目に紹介するアイテムはこちらになります。よいしょ。こちらが JW アンダーソンのチェックシャツになります。これね、昔のアイテムですね。前の動画でJW アンダーソンとかが気になってるっていう話したと思うんですけれども、その流れの中で買ったアイテムですね。実は僕、高校生の時に持ってて、買い直したアイテムになってますね。なんかね、最近 JW アンダーソンとか全然チェックできてなかったなと思って、久しぶりにルックだったりとか見返してたら、なんかこの身幅が結構細めで、でもこの着丈がちょっと長めのシャツなんですけど、このバランス感が、なんか今僕がやってる細身のスタイルと相性がいいんじゃないかなと思って買ってみました。高校生の時はね、これうまく着こなせなかったんですけど、なんか今だったら着こなせるんじゃないのかなっていうので、調整してるアイテムではあります。このね、JW アンダーソンらしいキャッチーなね、チェックシャツで、このワッペンがね、フロントの部分についてて、後ろにもついてる、結構可愛げのあるアイテムなんですけど、なんかこれをコーディネートに落とし入れても面白いのかなと思います。スカートと細身なパンツと合わせて、ちょっとフェミニンな感じで合わせるのがかっこよかったりするかなと思います。やっぱりね、僕と同年代の世代の方はわかると思うんですけど、JW アンダーソンといえば、このディテールということで、当時僕が高校生の時に JW アンダーソンってめちゃくちゃ流行ったブランドで、わかりやすいところで言うと、ネックオーバー、付け襟みたいなアイテムが売ってて、みんなね、当時つけてたんですよ。今ほどね、TikTok とかが盛んではなかったので、当時僕らが見てたのってウェアとか、そういうアプリがあって、その当時のウェアリスタって呼ばれる人たちは、みんなね、JW アンダーソンの、ハイネックのネックパーツみたいなのをつけてたんですよ。それもね、あって、懐かしい、ここのディテールすげえ懐かしいなと思って。なんか今なんかそういうアイコニックなね、ものを、懐かしさ半分、新しさ半分みたいなので、取り入れるのがいいのかなと思ってますね。やっぱ街中見ててもね、JW アンダーソン、このシーズンのアイテム着てる人ってやっぱあんまいなかったりするんで、そういう新しさもあり、いいんじゃないかなと思ってるアイテムになります。これもね、今後の着こなしで、紹介できたらいいなと思ってるアイテムです。はい。続いて紹介する購入品はこちらになります。こちらがですね、キャピタルのコーデュロイジャケットになります。僕らしくないというか、キャピタルのアイテムって意外と僕紹介したことなかったなと思うんですけど、久々にね、キャピタルのアイテムを買ってみました。これも結構年代は割と昔のアイテムですね。なんかね、テイスト的にはちょっとワークっぽいというか、古着ベースなんですけど、ここがね、コーデュロイになってたりとか、ここはちょっと素材が切り替えになってたり、ウエスタンジャケットベースなんですけど、なんか色味だったりのバランス感がすごい可愛らしくて、いいですね。キャピタルはね、日本のブランドなんですけど、日本のブランドの中でも結構クオリティが高いブランドだなと思ってて、いい感じのアイテムないかなって探してる時にこれがあって、結構気に入ってます、これは。生地感としては割と結構薄めなので、ライトアウターとして、これからの時期に着ていきたいアイテムではあります。サイズ感も今の気分にちょうどぴったりで、割と肩だったりとか身幅も結構タイトめで、着丈もそんなに長くなくて、でもなんかそれだけは長めの、今求めてるいい感じのサイズ感なので、細身なパンツにも太めなパンツにも合うジャケットってことで、結構これは動画外でたくさん着てるアイテムですね。これもね、なんか別の動画で着こなしだったりとか紹介できたらなと思ってます。このね、色味がね、僕色物なのでわかんないですけど、なんか茶色っぽいのかな、ちょっとオリーブっぽい色味、カーキっぽい色味なんですけど、ワークテイストなアイテム、持っといてもいいかなっていうので買ったアイテムになってます。なんかね、これをもっと、なんだろうな、モードな方向性に持っていきたいですね。さっきのね、JW アンダーソンのジャケットとかもそうなんですけど、若干ちょっと可愛げのあるアイテムになってるんで、なんかパンツとかでちょっと強気なアイテムと合わせて、コカチッと合わせたらかっこいいんじゃないかなと思ってます。ここがね、ちょっと丸襟になってるのがなんか可愛らしいですよね。ほっこりするというか。で、なんかこれちょっと立ててね、こういう感じで、立ち襟で着ることもできるアイテムなんで、なんかいろんな着方ができるかなと思って、これもたくさん着ていきたいと思っています。これも結構気に入ってるアイテムですね。キャピタルもね、JW アンダーソンと一緒で、学生時代に着てたブランドだったので、ちょっと僕の中で密かになんかこのあたりのブランドのリバイバルが起きてるっていう感じですね。
続いて紹介する僕が購入したアイテムはこちらになります。こちらがですね、純也渡辺マンとゴールドウィンのコラボのジャケットになります。シーズンがね、2005年の秋冬だったかなのアイテムで、これね、実は結構レアなアイテムです。で、これは僕がね、密かに、狙ってたアイテムの一つでして、本当に狙ってるアイテムは動画で紹介しないっていうね、あれなんですけど、ずっと探してましたね。テックブームの時から結構探してたアイテムではあったので、ようやく、見つけて買いました。で、これね、意外とというか全然出てこないアイテムで、結構弾数がめっちゃ少ないんですよね。UK の方で多分多く流通してて、そこで止まってて、日本に全然流れてこないアイテムなんですけど、これね、ずっと探してましたね。ジュニアとノースのコラボとか、あとシュプリームとノースフェイスのコラボとかは結構ありがちかなと思うんですけど、ゴールドウィンとのコラボっていうので、今まで1回しかコラボしたことなかったと思います。このシーズンはね、これ以外にもいろんなカラーリングが出てて、全部かっこいいので、よかったらチェックしてみてください。青い生地と、このツイードの生地がドッキングになってるんですけど、面白くて、全部ゴアテックス素材なんで、ここのね、ツイードの部分も水弾くんですよ。なんで結構デザイン性と機能性も兼ね備えてるっていうかっこいいアイテムですね。前の動画でテックとスキニーを合わせた乗りをしたいっていうことを話してると思うんですけど、それがまさにこれで、なんかこれを着て、そういうなんかスキニーの乗りをやってみたいなと思ってますね、今は。僕ね、この青って結構好きで、色味として。単純に自分の肌の色に青がすごく合うので、なんかこれ着て、ちょっとかっこよくいきたいなって感じです。ちょっとね、若干ね、状態があまりよろしくなくて、ジップが壊れてたりするんで、修理に出してから着ようかなって感じではあるんですけど、そもそもその状態云々に限らず、物が出てこないので、もう見つけたので即買いって感じで買いましたね。もうね、海外のコレクターとかといろいろやりとりしたりしてるんですけど、それでも全然出てこなかったんで、ようやく見つけて買ったっていう感じです。これはね、気に入ってるんで、たくさん着てこうかなと思います。今後ね、インスタだったりとかで、これは、着こなし上げると思うんで、ぜひぜひチェックしてみてください。純也のこの2000年代初期かな、2002ぐらいから2005、6ぐらいまでのシーズンって結構かっこいいアイテムがめちゃくちゃ多いので、チェックしてない方はね、ぜひぜひ見てみてください、そのあたり。すごい、今の多分ファッションシーンに合うサイズ感のものが多いので、チェックするのすごくおすすめです。って感じで、3つ目の購入品はこの純也渡辺とゴールドウィンのコラボのジャケットでした。で、続いての購入品がこちらになります。こちらがブレスとオックスボウのコラボのアイテムになります。これもね、さっきの純也のジャケットと一緒で昔のアイテムですね。2009年の SS シーズンのアーカイブのアイテムになります。これね、僕実は色違いでもう一個持ってて、これね、白とグレーと黒のタイプなんですけど、もう一個がこれのプリントがまんま一緒で、赤かな、赤とか、こう色がカラフルなバージョンを持ってるんですけれども、それの白黒バージョンを買いました。で、これもね、先ほどの流れと一緒なんですけど、これも昔持ってたアイテムで、前友達に売ったんですけど、それを買い戻した感じになりますね。だから購入品ってよりかは、買い戻り品って感じなんですけど、ブレスはね、今現行であるブランドなんですけど、昔のブレスって、すごいかっこいいアイテムがめちゃくちゃ多くて、あまりチェックしてる人いないかなと思うんですけれども、このニットとかね、結構気に入ってるアイテムではあります。オックスボウっていうね、もともとなんかスポーツ由来の、ちょっとテックっぽいノリのブランドがあって、昔の。そのブランドとのコラボなんですけど、どこにオックスボウ要素があるのか正直ちょっとよくわかんないんですけど、そういう感じで、のニットですね。これもね、意外とというか結構レアなアイテムです。ブレスのアーカイブは5年前ぐらいに一時期めっちゃ集めてた時があったんですけど、どっかのタイミングでまとめて売っちゃったんですよね。なんで今持ってるのはこのニットとあともう一つのニットしか持ってなくて、昔はね、もっとレアなアイテム持ってたんですけど、だいぶ手放しちゃいましたね。これはね、デザインのノリというか、デザインの聞き方とかがすごく好きで、お気に入りのアイテムですね。ここのね、袖のね、デザインがちょっと変わってて、わかるかな？ちょっとこの、キラキラしてる生地がなんかドッキングされてて、すごい面白いんですよね。ちなみにこれはちょっとモテ服の部類かなと思います。割とこれは男女問わず、人気があるアイテムになってます。ブレスのアーカイブって割とチェックしてる人がいないかなと思うんですけど、結構見てみるとね、2008とか2006ぐらいのブレスって、結構面白いものが多くて、ネットでちょっと調べにくいんですけど、見てみると面白いアイテム結構出てくると思うので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてください。続いて紹介する購入品はこちらになります。はい。バンズのハーフキャブですね。ノートで紹介させていただいた
アイテムで、あとはまあインスタのストーリーとか、縦型の動画ではもうすでに着用してたりするんですけれども、これはね、前の動画で話した通り、黒のスキニーに合うスニーカーが欲しいということで、買ったアイテムなんですけど、やっぱこれはね、めちゃくちゃ履いてますね、最近。ちゃんとしたファッションをやる時にも履いてるし、全然雑に履く、その辺を出歩くようにも履いてるっていう感じで、かなり汎用性の高いアイテムとして活躍中のシューズになっております。やっぱりね、バンズのハーフキャブって、普通の一般的なバンズに比べてまだなんか馴染みがなかったりするので、なかなか被らないっていうのもありますし、やっぱりね、普通のバンズよりも見慣れてない分、ファッション性が高いというか、なんかいろんな合わせができるなぁと思ってますね。このね、カラーリングもね、やっぱこの黒白、一番シンプルな、カラーリングにしてよかったなと思ってます。やっぱ裾溜めれるスニーカーって意外となくて、ハイカットのスニーカーで、すんだり裾溜めれるスニーカーって意外となかったりしてて、ハイカットスニーカーあるあるで、この足首の部分があまり高すぎると歩きにくかったりするんですけど、バンズのハーフキャブはこのスケーターのことを考えられてて、ここがそんな高くない作りになってるので、裾はしっかり溜まるんだけど、ハイカット特有の歩きづらさがないっていうスニーカーなので、すごいほんと履きやすいですね。スキニーに対して合わせるスニーカー探してる方とかめちゃくちゃおすすめです、これ。バンズのハーフキャブは。シュプリームとコラボしてたりとか、他のブランドとコラボしてたり、結構別モデルがあったりするんで、それも購入検討しているぐらい結構気に入ってるアイテムではありますね。なんかこれから多分夏場に向けて、もっと僕の気分的にカジュアルな格好が増えると思うので、なんかそういう合わせでもっと登場機会が出てくるかなと思います。って感じで、バーズのハーフキャブでした。で、続いて紹介する購入品がこちらになります。はい。こちらがね、ディオールオームの、昔のショルダーバッグ、ポーチになります。前回ぐらいの動画の A テレに行った時に試着してたアイテムなんですけど、こちらを購入しました。このリングジップのディテールなのにもなんかこの古さを感じないというか、なんかちょうどいいバランス感で結構気に入ってるアイテムです。そう、なんか最近バッグがすごいマンネリ化してて自分の中で、なんか新しい選択肢が欲しいなと思ってる中で、グッチのコレクションでね、ネットスペンドが、これで付けてた感じでショルダーバッグを使いたいなと思ってる矢先これがあったので、買っちゃったんですけど、ちょっと半ばふざけ半分で買った、あれはあったんですけど、でもなんか本当に活躍してますね。なんかちゃんとしたバッグをつけると、コーディネートとしてちょっと重くなっちゃう時とか、なんかショルダーバッグとかリュックとか、合うんだけど、それを合わせちゃうとちょっと強くなりすぎちゃうんだよなって時に、なんかバッグを持たない状態とバッグを持ってる状態のそのちょうど中間ぐらいを狙えるアイテムとして結構活躍してますね。やっぱり夏場とか T シャツでね、すごい軽装になるので、そうなってくると、バッグの印象って結構大事かなと思ってて、そういった場面でもバランスを取る役割を果たせるとは思うので、ほんとこれからの時期に向けて結構活躍すること間違いなしのアイテムかなと思ってます。本当にね、サイズ感もすごいちょうど良くて、今日のね、合わせにつけちゃうともうヤリラになっちゃうんですけど、でも本当にこういうノリでつけても全然面白いのかなと思ってます。そう、なんかね、今ちょっとふざけ半分でつけたんですけど、全然ありだな。そう、なんかもう最近なんかわかんなくなってきてて、もう街中のそのファッションに興味がない層と自分の感覚がなんか追いついてきちゃって、その先取りでやっていったら、なんか順当に遅れてる人たちになんか追いついてきちゃって、もうなんかわけわかんなくなってるんですけど、なんかこういう感じでね、ジャージに合わせる合わせも全然僕なんか変じゃないと思ってますね。これにスキニーとかさ、相手も全然悪くないんじゃない？いいですよね。今回はね、こういうショルダーバッグ、ポーチだったんですけれども、こういった流れで、前話したグッチのサコッシュだったり、バレンシアガのサコッシュとか、シュプリームのサコッシュとかを、アディダスのジャージには合わせないんですけど、なんかそういった文脈で合わせてもかっこいいのかなと思ってますね。本当にね、これは結構いろんな使い方ができるアイテムです。まだね、合わせ方模索中なので、今後の動画でもっともっと、かっこいい合わせを紹介できたらなと思います。何かね、皆さんもね、そのコーディネートにポイントを付け加えるっていう役割で、ショルダーバッグとかリュックとかほど主張はしないバランス感で探されている方は、こういうポーチだったりとかサコッシュ結構おすすめなので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、このディオールオームのショルダーバッグポーチでした。はい、って感じで、立て続けにね、今購入品紹介させていただいたんですけれども、ちょっとね、服が続いたので、次はね、服とはちょっと関係のないものをちょこっと紹介させていただこうかなと思うんですけれども、関係のないアイテムの中でも美容グッズですね。スキンケアについて結構コメントいただくことが多かったので、ちょっとね、この動画でそれについて言及していこうかなと思います。まずですね、紹介させていただく購入品、化粧水ですね。こちらになります。ナンバーズインの化粧水1番です。
はい。でね、僕は化粧水を、定期的に変えるようにしてます。で、それなんでかっていうと、半年ぐらい同じやつ使ってると、なんか肌がなんか慣れてきちゃって、僕の場合はなんか効果がなくなるので、定期的に変えるようにしてます。で、これはね、2ヶ月前ぐらいから使ってて、最近なくなったんで、買い足したんですけど、これね、めちゃくちゃおすすめです。このナンバーズイン。どういうものかっていうと、基本的には鎮静系ですね。肌へのダメージとかをこう和らげてくれる成分が入ってる。なんか、ツボ草とかかな、そういうなんか草系のエキスが入ってるんですけど、なんかナンバーズインマジで調子いいですね。ほんとこれにしてから肌荒れがすごいなくなって、肌が落ち着く感じがあります。僕はね、ベース、姿勢肌、ちょっと油が出やすい肌なんですけど、これは基本的に夜、してるんですけど、夜しても朝起きた後のなんかテカリもあんまりないというか、のですごい活躍してますね。日頃から日焼け止めはちゃんとしてるんですけど、なんか日中、日光浴びたりとかで、なんだかんだお肌はね、結構ダメージ出てると思うんで、なんかそういうのを、一日のそのダメージをなんか抑えてくれる化粧水として結構活躍してます。なんかね、テクスチャーも結構サラサラしてて、ほんとなんか水っぽいんですけど、でもやっぱなんかこれ塗るのと塗らないとでは全然仕上がりが違うんで、これはやっぱすごいおすすめですね。そういう刺激が強いものとか、そういった成分はないので、基本的には多分どの肌質の人にも合うかなとは思うんですけれども、結構これはおすすめの化粧水になってます。一番ね、これも最近購入したアイテムということで、あとは化粧品関連でこちらですね、マニョのパック。これも最近買いました。これも、ナンバーズインと同じぐらいの時期からかな、使い始めてるんですけど、これもね、めちゃくちゃ調子いいです。使用頻度的には、どんぐらいかな ?1 週間に1回ぐらい、今のところ使ってるんですけど、これをしてから本当にニキビができない。というかなんかそのニキビがある状態でこれをつけると、めっちゃすぐ治りますね。成分的にはね、これも多分、鎮静系ベースなんですけど、結構これもやっぱ調子いいです。ビフィダバイオームっていう多分なんかビフィズスキン由来のなんかが入ってて、それがね、僕の肌とすごい相性がいいっぽくて、どうやら。それで結構活躍してますね。これはなんかパックって結構いろんな種類あると思うんですけど、なんか乳液系の、ちょっとベタつく感じじゃなくて、結構サラサラしてる感じですね。でもなんかちょっととろみはあって、肌にすごい馴染むっていう感じです。多分ね、この中に入ってるほんと美容液がめちゃくちゃ僕の肌と相性がいいっぽくて、すごい活躍してます。パックとかこういう化粧品とかって実際に試してみないとわからないとは思うので、一概にね、おすすめっていうことではないんですけども、あくまで僕はこの2つを使ってるよって感じで、紹介した今の2つどちらとも、基本的に多分刺激がそんなに少ないものだとは思うので、パックだったりとか、化粧水悩んでる方はちょっとこれ使ってみることをお勧めします。ぜひぜひチェックしてみてください。っていう感じで、服以外の購入品、化粧品シリーズでした。はい、って感じでね、ちょっと立て続けに、購入品をバーッと紹介しちゃったので、ちょっと休憩タイムということで、前回と一緒でね、関係ない話しようかなと思うんですけれども、ちょっと最近の、僕の TikTok 事情をちょっと話そうかなと思います。最近ね、TikTok 見てると、ナルトアニメのナルトがめちゃくちゃ流れてくるんですけど、海外の人で5分とか、30秒とかなんかそういう切り抜きじゃなくて、30分丸々上げてる人がいて、それがなんかめちゃくちゃ最近おすすめに出てくるんですけど、だからそれをね、結構見ちゃってますね、最近は。デイダラとサスケが戦う回が出てきて、それがね、ぼーっと見てたら、もう30分それを見てて、それからもうおすすめがもうナルトしか出てこなくなっちゃって、で、結局その、第4次任海大戦の、終わりぐらいまでまた見返してましたね。そう、ナルトのキャラだったら、僕いろいろね、好きなキャラがいるんですけど、一番好きなのは、キサメ。星垣キサメですね。見た目がね、すごい、サメ人間なんですけど、見てない人のために、わかりやすく説明すると、ナルトの中でもちょっと暁っていう、悪さをする集団がいて、その中の、一人のメンバーなんですけど、ビジュアルがね、サメなんですよね。サメで、サメ人間がいるんですけど、凶暴そうな見た目してるのに、中身はすごい冷静というか、すごいクールな頭脳派キャラで、僕そのギャップがすごい好きで、キサメめちゃくちゃ好きなんですけど、あとは誰だろうな、ミナトも好きかな。ミナトっていう、ナルトのお父さんなんですけど、4代目ホカゲでナルトのお父さんなんですけど、ミナトも好きだし、あとイタチとかも好きですね。ナルト見返してて思ったのが、
ナルトの世界があんなぐちゃぐちゃになったのってイタチのせいじゃねと思って。ちょっとネタバレを含むんですけど、なんかあれって、イタチが、内ハ家っていう一族がいて、その一族を自分の弟のサスケ以外みんな見殺しにしちゃうんですけど、で、それをサスケがこうずっと恨んでて、イタチに対してずっと恨みを持ってて、それを晴らしていくのが、結構ナルトの世界では割と本筋というか、それのせいでなんかナルトの世界がめちゃくちゃになっちゃうんですけど、なんかそれも実は、サスケのためを思ってやってたことだったみたいな。木の葉に命令されて、やってて、でもなんかイタチは立場上しょうがなかったみたいなのが、その物語の結末の方でわかるんですけど、いやなんかもっとうまくやれたんじゃねっていうのがあって、だから物語を進むと、なんかそういういい感じで書かれてるんですけど、いやでもちょっとイタチもっとうまくやれたんじゃないかなっていう、なんかあまりにもみんなを振り回しすぎじゃないと思って、イタチはね結構好きなキャラではあるんですけど、そこだけちょっと引っかかってるというか、久しぶりに見返して、こんなイタチのせいだったっけと思って。イタチのせいっていうかサスケのせいなんですけど、でもそういう感じになっちゃったのも元凶イタチなんで、なんかもうちょっとうまくできただろうと思って。なんかサスケに説明しないんですよね、一切イタチが。自分を悪者に仕立て上げて、最終的に自分を殺させることによって、その万華鏡車輪眼っていう能力を発揮させる、開眼させるのがイタチの目的ではあったんですけど、いや、だとしてもなんかもっとうまくやれよっていうので、なんかそれがすごい気になっちゃって、集中できなかったですね。学生の時にナルト見てた時はあんま思わなかったんだけど、今見返すと、なんかイタチみんなを振り回しすぎだよな。なんかそういうのもありつつ、なんか懐かしくて、ナルト見返してましたね。そう、僕ね、ナルトはね、めっちゃ好きで、漫画の中でも、疾風伝の前の幼少期の時代から結構リアルタイムでね、見てたんですけど、でナルトのやっぱ一番好きなところは、漫画なんだけど、なんかすごい冷酷なんですよね。努力でなんとかなる世界線じゃなくて、ナルトって。他のジャンプ漫画とかだったら、なんかこう逆境に向かって、立ち向かって、努力でなんとかする描写があるんですけど、ナルトに関しては、努力っていうよりかは、本人の生まれ持った環境で決まっちゃうので、主人公のナルトも、幼少期時代は、すごいなんか、覚えが悪くて、劣等生みたいな描かれ方をしてたんですけど、実際に蓋開けてみたら、お父さんホカゲだったし、お母さん人中力だし、チャクラの量が多いし、忍術覚えるのも早いしで、めちゃくちゃエリートだったんですよね。で、その対比として描かれてるサスケも、木の葉最強のね、内派一族で、まず車輪眼持ってますと。で、どっかのタイミングで、万華鏡車輪眼も開眼するしね。結構こいつも強くて。で、やっぱ皮肉なことに幼少期時代に天才として描かれてたネジとか、後半空気なんですよ。ネジが活躍できる場ってなくて、白眼とかでも太刀打ちできなくて敵が強すぎて。人中力か、車輪眼を持ってるやつしか生き残れない世界線になってくって。そこがね、すごい残酷で、持つもの持たざるものがあるなっていう、厳しい現実を教えてくれる漫画として僕は好きですね。やっぱりね、ネジはまだね、前半部分でね、活躍パートがあるんでいいんですけど、一番かわいそうなのは牙で、牙とかどのフェーズ、どこを切り取っても活躍してる瞬間がなくて、で、しまいには最後の任界対戦編の方とか、もう牙出てこなくて、ほとんど。あれやっぱね、しんどいっすよね、なんかあれは。自分が牙の立場だったら結構悲しいなと思いながら見てて。やっぱナルトはね、そういう、なんだろうな、全員にスポットを当てないっていう、あえてこう切り捨てて、選ばれし者だけでこう、ストーリーが進んでいくっていう、非常さがね、なんか、グロテスクで、なんか好きなんですよね。そういうの抜きにしても普通に戦いの描写とかがね、かっこいいんで好きなんですけど、そういうのもあり、最近はね、TikTok でナルトが流れてきて、こんなだったっけって思いながら見てましたね。やっぱりね、暁のメンバーが僕はやっぱり好きで、暁が出てくるところとかはやっぱ楽しくて、ずっと見てましたね。懐かしいですね。ぜひぜひ皆さんの好きなキャラクターもコメントで教えてください。ということでね、純喜市川の関係ない話のコーナーでした。引き続きね、購入品紹介の方していくんですけれども、次に紹介する僕が最近購入したアイテムがこちらになります。フットバイエアーの T シャツになります。これもね、懐かしいアイテムですね。僕ら世代はもう感動もんじゃないですかね、これ。今のね、若い子たちは多分わかんないと思うんですけど、2015年代の、前後なんですけど、そのあたりに熱狂的なね、カルト的な人気を誇ってたブランドです。当時は、カニエ・ウェストだったりとか、ファレルとか、ジャスティン・ビーバーもそうですし、ジーロラゴンとかね、いろんなアーティストが着てたアイテムですね。そう、前の動画でもね、話したと思うんですけれども、グラフィック T シャツが、最近気になっているということで、グラフィック T の中でも、古着派生の、ああいうグラフィックじゃなくて、
こういうストリートウェアのね、こうつるっとしたプリントの T シャツが気になっているということで、買ったアイテムではあるんですけれども、僕も、高校生の時にフットバイエアのパーカー持ってて、今は手放しちゃったんですけれども、あの時はね、よくわからず買ってた側面もあったんですけど、今やっぱ改めて買い直して、なんか思い出補正とかもあるんですけど、やっぱかっこいいなと思って。特にバックボーンもないし、ポットでのブランドなんですけど、でもやっぱなんかね、好きなんですよね、このノリというかこの適当な感じがね。これがやっぱ好きで、これを今のやっぱ2026年に着るっていうことに僕はやっぱすごい意味があると思うし、なんかそういうのでね、すごい楽しさを覚えてるアイテムではありますね。で現に海外ではこのフットバイエアだったりとか、注目度が上がってきてて、着る人が増えてきてはいるので、今後ね、前の動画でも予想した通りですけど、だんだんちょっとストリートっぽいノリがまた復権していくのかななんても思ったりはしてますね。ゴリゴリ半袖なんで、今時期は結構レイヤードとかで合わせたいかなと思ってますね。当時はストリートウェアなんだけど、ちょっとこうスタイリッシュというか、若干モードっぽい、ジバンシー派生なんですけど、ちょっとなんかモードな匂いもあるみたいなのが受けて、流行ったブランドなんですけど、一般層までに流行ったかって言われるとそこまで流行ってはなかったのかな。日本だとそんなに着てる人めっちゃ多かったわけではないので、なんか再評価とかではあるかなと思うんですけど、順当にかっこいいアイテムとしてこれからまた流行っていくんじゃないのかなと思ってます。って感じでフットバイエアの T シャツを懐かしさ半分、新しさ半分で購入しました。で、あとはですね、購入したアイテムがこちらなんですけれども、シェフのね、B2 を購入しました。これね、僕縦型の動画で、これブランド名間違えてシャフって言っちゃったんですけど、シャフじゃなくて正しい読み方はシェフですね。黒と白と、あとなんかユニオンジャック柄かなの B2 が出てたんですけど、なんかどれが似合うのかわからなかったんで、とりあえずもう白黒2色いっちゃえってことで買っちゃいました。どっちも気に入って使ってます。それやっぱね、特筆すべきはこのデザインですよね。このシャネルのロゴのオマージュというか、もろシャネルのパクリなんですけど、サンプリングってことで、シャネルのロゴに、ここシャネルと書いてあるのかと思いきや、もうゴリゴリコカインって書いてあるっていう。多分日本のね、ブランドやったら間違いなくアウトなんですけど、海外の適当なブランドだからできるってことで買いました。僕はね、単純にこのシャネルのロゴがめちゃくちゃ好きで、シャネルの B2 が欲しかったんですけど、シャネルって B2 出してないので、そこもあって、なんかいいとこつくなっていうので、結構好きですね。これね、日本でつけてたらね、結構いろんな人に見られて、特に外国人とかにね、めちゃくちゃ見られるんですけど、そういうのもあっていいですね。これはね、単純にその、プリントの感じとかがかっこいいのもそうなんですけど、B2 としてのね、サイズ感がめちゃくちゃ良くて、前の動画でも出したぐらいなんですけど、全然これを前にしなくて裏にして、この状態で被ったりもしてるぐらい、結構形が良くて気に入ってます。これはね、今もね、オンラインサイトにもしかしたらあるのかな。僕が買って2週間ぐらいで、1、2週間ぐらいで届いたんですけど、多分今もまだ出てるかなと思います。これが本当のね、シャネルじゃねえ方の保護ということで、気に入ってるアイテムです。僕ね、なんかやっぱり定期的にこういうよくわかんないブランドを買うんですけど、なんか僕はハイブランドも買うし、全然安いブランドも買うし、なんならこういうインスタ発の、出所が不明なよくわかんないブランドとかも買っちゃうんですけど、なんかこのブランドは買わないとか、なんかこういうブランドしか買わないっていうよりかは、もっと広い視野を持って買い物したらもっともっと楽しいのになと僕は思ってる派の人間なんで、これとか結構気に入って被ってるっていう感じです。はい。続いて紹介する購入品がこちらになります。はい。こちらがですね、ヌベロベントゥーノのタータンチェックのシャツになります。赤黒のね、タータンチェックのシャツが欲しいということで話してたと思うんですけれども、ついに購入しました。基本的には、なんかこう、レイヤード用とか、腰に巻く想定で最初探してたんですけど、なんかそれだけだとちょっともったいないかなと思って、なんかちゃんと1枚でも着れるアイテムでって考えた時に、なんかデザインが入った方がいいかなっていうので探してたところ、このヌベロベントゥーノのね、シャツが、ちょうどこの迷彩がね、ちょっとドッキングされてる面白いデザインになってて、これがいいでしょうということで、これを買いました。シーズン的にはね、これも2016とか2017年ぐらいのアイテムかなと思うんですけれども、今見てもちょっとどうなんだろう。僕は結構これかっこいいと思ってるんですけど、なんか人によってはちょっとダサいって思われるのかな。でもなんかそのギリギリを攻めてる感じがいいかなってことで買いました。結構気に入ってるアイテムです。もちろんこれはなんか腰に巻いて使うのもありですし、1枚で着てもね、結構着丈もそんなに長くないスタイリッシュなサイズ感なので、全然1枚でも着れるということで、結構いろんな着方楽しんでますね。正直、こういうタータンチェックのアイテムとかは、まだちょっと早いかなっていう、早い、遅いってもはや僕もあんまよくわかってないんですけど、順当な流れで言うんだったら、まだもうちょい先なのかなとは思うんですけど、もう待てなくて、待つことができなくて、もうなんか最近ね、
その、ダサいとされてるアイテムが、なんかどんどん自分の中でかっこよくアップデートされていくっていう感覚が、もう楽しくて仕方なくて、もうなんかそれで、なんだろうな、我慢できなくなっちゃって買っちゃいましたね。うん。やっぱりホワイトのスタジャンに着手し始めたあたりから、もう自分の中のストッパーみたいなのがもう外れて、もう積極的にダサいアイテムは取り入れていこうっていうマインドになってますね。これもね、まだ、動画で紹介したことはないんですけれども、これもかっこいい着こなしとか、結構思いついてるんで紹介していこうかなと思います。でね、これに関しては、ノートでね、ジャスティン・ビーバーの着こなしについて触れたと思うんですけれども、そこでも言及してた通り、やっぱこういうチェックシャツをね、取り入れたファッションっていうのが、これから新しいというか、今のタイミングだと結構距離が置かれているので、そういう着こなしをしていきたいし、それ以外にもいろんな着こなしができるんじゃないかなっていうので結構模索してるアイテムではありますね。で、ベロベントゥーノ自体、全然議題に上がってこないというか、久しぶりに聞いたブランドかなと思うんですけれども、あの時代調子いいアイテムいろいろ出してたんで、最近はそのあたりとかもディグったりしてますね。オタクっぽい感じにね、なりそうだとは思うんですけれども、かっこよく着れるでしょうっていうので、たくさん着てるアイテムになります。はい。最後に紹介する購入品がこちらになります。はい。こちらがオフホワイトのチェックシャツです。もう本当、あれですね。今紹介したアイテムはもう全部僕が高校生の時に流行ってたアイテムばっかりなんですけれども、これもね、僕が高校生の時に流行ってたアイテムの代表例ということで、オフホワイトのいかにもみたいなシャツを買いました。これに関してはね、前の動画でスタジャン紹介してるんで、もう皆さんは正直、オフホワイトに対して抵抗ないかなと思うんですけれども、これを購入しました。オフホワイトのシャツは、やっぱ着丈が長くて、結構着こなし方が難しいかなっていう印象です。基本的に、カニエだったりとかね、当時の、やっぱ Y ラインっぽい合わせになるかなと思うんですけど、今はまだその Y ラインっぽい合わせ、やってもいいんですけど、個人的にそこまで気分があんまり前のめりではないので、シャツを使ってね、Y ラインの合わせ、シンプルに Y ラインの合わせをするってよりかは、なんかちょっと変化球っぽい合わせをしたくて、動画ではね、これをスカートとして使ってやる着こなしっていうのを紹介しました。でね、正直ね、僕動画を出すときに結構賛否両論で、ピの方が多くなって、めちゃくちゃなんかダサいって言われるかなと思ったんですけど、意外とそんなこともなくて、もちろんね、批判的なね、居酒屋のエプロンみたいとか、ゲーセンにいるオタクみたいなんかいろんなこと言われてたんですけど、でもなんか僕的には、なんか、もっと言われてもいいのになって思ってて、なんかそれよりかは言われてなかったんで、なんか意外とそんなもんかって感じだったんですけど、見てる側の皆さんの、その、挑戦的な姿勢みたいなのが、もしかしたら、生まれてきたのかなと思って、ちょっとそこは嬉しいんですけど、みんなが見慣れてる着こなしをしてても、やっぱ面白くないですし、単純にやっぱこの昔のアイテムを使って同じことをしてたら、それはそれでね、リバイバルとしては面白いんですけど、結局同じことを繰り返してるだけで、なぞっててもやっぱ面白くないんで、だったらなんか新しい価値観を付与させて違う着こなしにしていこうぜってことで、スカートとして合わせをやったんですけど、あれはね、結構僕の中ではいい着こなしができたなと自分で思ってますね。やっぱ最近は本当になんかこのインスピレーションがすごい止まらないというか、スキニーの合わせをしてからですけど、選択肢がやっぱ一気にグワッと広がったんで、その広がった分をいかにいろんなアイテムで面白い組み合わせをするかっていうのにもうハマってて、今ね、ファッションのモチベーションがすごい高いというか、もうなんか楽しくて仕方なくて、単純に。だからなんかこのオフホワイトとか、一見難しそうなね、アイテムも、なんかどうやったらかっこよくできるかなって頭を悩ませて、スカートにしたらかっこいいんじゃねみたいなのでやって、で、みんなのリアクションを楽しむみたいな。なんかもうそこがもうセットで楽しくて、なんかね、もっともっと新しい着こなしを提案していきたいですし、なんかこの考えがね、もっともっと普及して、僕以外の人も、なんか面白い着こなしをやる人が増えてったら、それは楽しくなるんじゃないのかなっていう気持ちで今はやってますね。やっぱりオフホワイトのね、アイテムやっぱかっこいいですね。このオフホワイトっていうのがあるだけで、なんかメリハリがやっぱつくし、やっぱなんかイケてるんだよな。すごいなんかかっこよくて、もうやばいです。僕の中では結構価値観がもう変わってきてて、かっこいいです、普通に。めちゃくちゃ気に入ってます、これは。動画ではスカートとして使いましたけど、スカート以外の使い方も絶対多分あると思うんで、今後模索していきたいアイテムの一つということで、これもね、買ってよかったですね。これがやっぱ一番買ってよかったから、やっぱり結構気に入ってるアイテムではあります。オフホワイトはね、動画で紹介してる通りですけど、結構ネクストアーカイブとして評価をされるかな。オフホワイト正直他のメゾン系ブランドに比べて、バックボーンがあまりなくて突発的なブランドではあるので、ブランドの重みだったりとか、そういった意味合いでは、アーカイブにはなりにくいかなとは思うんですけれども、でもやっぱそういうのを抜きにしても、そういうので測れないぐらいのなんかこのスタイリッシュさというか、
なんかこう、形容しがたいイケてる雰囲気がオフホワイトにはあると僕は思ってるので、まあね、引き続き NEXT アーカイブとして注目していくべきブランドなのかなと僕は思っています。という感じでね、最後にこのオフホワイトのチェックシャツを紹介させていただきました。はい、って感じで、今回は何個ぐらいかな、だいたい10個前後から結構たくさん紹介させていただきました。まあ僕のね、昔着てたブランドだったりとか、まああとずっと探してたブランドだったり、懐かしいアイテムとか、ちょっと、まあ今距離を置かれがちなアイテムが結構多めだったと思うんですけれども、何かね、これからの皆さんのファッションの刺激になれば嬉しいかなと思います。毎回の動画で言ってますが、まあ皆さんが最近購入したアイテムもコメント欄でぜひ教えていただけたらすごく嬉しいです。そしてですね、まあ、僕YouTube 以外にも他の SNS やってまして、ノートというブログ形式のアプリをやっております。そこではですね、YouTube では語りきれない、より深い僕の思考だったりとか、あとは実験的な、YouTube に出す前の、より実験的な取り組みだったりをノートで発信していますので、まあそちらの方もね、見ていただけたらすごく嬉しいのと、まああとはね、そのノートで、話す議題だったりとか、テーマっていうのも結構募集してるので、何かこれについて話してほしいとか、これをちょっと取り上げてほしいっていうテーマがあれば、それもコメントで教えていただけたらすごく嬉しいです。ということで、今回の動画は、久しぶりにね、僕が最近購入したものを紹介させていただきました。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。